チワスおしさわらです。今回は DJI さんの人気のカメラ Osmo Pocket 3と Osmo 360、この2つのカメラを徹底比較していこうと思います。私の YouTube では日常の Vlog が基本的に多いんですけど、車のドライブシーンだったりちょっとクリエイティブなシーンを投稿してます。でもちろん YouTube 始めたてカメラ持ってなくて、普段使いしている iPhone で撮影してたんですけど、容量不足で撮影できなかったり、動画を撮ってる間ってiPhone 触れないじゃないですか。そういった問題も出てきたので、別でカメラを買いました。でそこから少しカメラに興味が出始めたんですけど、こういう時こんなシーン撮りたいんだけど、このカメラじゃちょっと厳しいなみたいな、そういうのをね思って、最近カメラ選びも大事だなって思ってます。私みたいにこういう悩みある方だったり、Vlog 始めたいなっていう方だったり、日常のね映像を少しでも綺麗に動画撮りたいなっていう、そんな方に今私がおすすめする2つのカメラを、簡単にご紹介しつつ、実際に撮った映像を見ながら違いをご紹介していけたらと思っているので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。で、一つ言い忘れてたんですけど、この動画では私がカメラを実際普段使ってて正直に思うことをお伝えするので、皆さんもそれを参考にしていただけたらと思います。でははじめにカメラのスペックを簡単にご紹介します。Osmo 360はカメラタイプは360度カメラで、センサーは1分の 1.1 インチ正方形 CMOS が前後にあるので2枚ですね。最大画質、解像度なんですけど、これは360度パノラマモードだと最大で 8K50fps、 シングルレンズモードだと 5K の 60fps、 ストレージはカメラ自体に 105GB 内蔵ストレージがあります。プラスマイクロ SD カードを使うこともできます。バッテリーは撮影設定によるんですけど、最大で約100分ぐらい使用することができます。Osmo Pocket 3はカメラタイプはジンバルカメラ、センサーは1インチ CMOS、 最大画質、解像度は最大で 4K120fps、 ストレージはマイクロ SD カードが必須となっています。バッテリー、こちらも撮影設定によるんですけど、最大で約166分取れるみたいです。次にそれぞれの価格です。私は DJI さんの公式サイトの価格を表示させていただいてます。Osmo 360は 47,860 円、 Osmo Pocket 3は 56,980 円で、ここで私が一つ思うのが、360の方は最初に SD カードを買わなくてもその内蔵ストレージがあるんですぐに撮影始められるんですけど、 Osmo Pocket 3の方は SD カードがないと撮影できないので、追加で SD カードを用意する必要があります。でまたポケット3はジンバルカメラなんで、自撮り棒を用意しなくてもすぐ撮影簡単にできるんですけど、360の方は自撮り棒とか他のアクセサリーマウントが基本的にあった方がいいかなと思うんで、その辺を結局追加で購入しなきゃいけないとかもあります。いろいろ含めてトントンぐらいになるんじゃないかなと思うんで、それだったらアドベンチャーコンボとかクリエイターコンボとかちょっと価格アップになるんですけど、アクセサリーセットの方を私はおすすめします。次にカメラの基本操作です。 Osmo 360は電源ボタンを押すと電源がつきます。ポケット3は画面を回転させると電源がつきます。ボタンもあります。360は単眼レンズなんで、基本画面を動かしても
アップとかできないんですけど、パノラマモードだけ上下左右に動かすことはできます。ポケット3はジョイスティックを動かすことで、ジンバルが作動してレンズの向きが変わってくれます。画面切り替えは360はタッチスクリーンで動かすか、ボタンを押すと動かせます。ポケット3はタッチスクリーンのみです。録画開始もボタンで基本的にやります。360の方はジェスチャー機能などでも開始することはできます。カメラの基本操作自体はだいたい変わらないんですけど、OSMO 360の方はパノラマモードとシングルレンズモード、この2つから選ぶことができます。下から上にスライドすると解像度を選べます。また OSMO 360のシングルレンズモードの方だと手ブレ補正や画面の歪み補正だったり超広角まで選ぶことができます。それに対して OSMO Pocket 3はジンバルの設定がいろいろあって、それを選ぶことができます。また他にも追走だったりいろんなモードも撮影することができます。 DJI マイクの接続もどちらも同じで同時に2台最大で接続することができます。DJI 製品のアプリがあるんですけど、これにつなぐことでスマホで画面を確認しながら操作することも可能です。OSMO 360のカメラは基本的にこのスマホに接続して画角を確認するっていうやり方の方がいいかなと思います。でここで一般の方はあんまりマイクとか使う機会ないとは思うんですけど、クリエイターさんに1個注意点としては、マイク接続をするとどうしてもこのアプリでの確認画面っていうのが見れなくなるので、ちょっとここは不便さは感じるところではあります。これは今接続している OSMO 360のカメラに限らず、ポケット3の方でも自動的に接続は解除されますのでご注意ください。では次に映像を比較していきます。こんな感じで今並べてるんですけど、 OSMO 360カメラと OSMO ポケット3ですね。ジンバルなんで角度がこういう角度だったとしても、これでねカメラの位置を調節はできます。でこっちの方はなんていうの、レンズの角度に合わせてしか画角が取れないので、こういったところはちょっと違いがあるかなっていうところです。今から実際に映像を撮ってみようと思います。はい、というわけで今ね DJI OSMO Pocket 3と OSMO 360を車のねリアのガラスの方にくっつけて撮ってるんですけど、これでちょっと走行動画の比較映像を撮っていこうと思います。OSMO 360はシングルレンズモードと OSMO Pocket 3は普通の動画モードで撮影してます。設定は基本的にいじってはないです。解像度だけ同じように設定しています。車の中から撮影した時に、OSMO 360は基本的に広角レンズなので、車載動画には圧倒的にこのカメラの方が向いてるかなっていうのは個人的には思います。OSMO Pocket 3はジンバルなので、カーブした時とかにこう重力なんていうの、重力とかによってその視点が固定されなくて向きがちょっと変わっちゃうっていうところはありますね。夕方時とかに撮影したら結構違いが分かったんですけど、 OSMO 360は光を多く取り込むので、空見たら分かると思うんですけど、結構光を吸収してくれてるので、露出度がちょっと高いけど、具体的に明るいかなっていう感じです。露出度とかは設定は一応できるんですけど、 OSMO Pocket 3は基本的にコントラストが高めで、サイドはどっちも変わらないと思うんですけど、色味っていうのかな、 OSMO Pocket 3はちょっと青みが上がってる。360の方はあったかい方。こ
辺が結構違いが出るなっていうのは撮って後から見た時に気づきました。他にも Vlog とか普段使い用で撮影した映像だと Osmo 360の方は手ブレ機能ありはするんですけど、この辺はやっぱりジンバルカメラとして Osmo Pocket 3の方が、手ブレ感は少ないかなっていうのはあります。あと映像で見た感じだと360の方が若干ノイズがかかってるっていうのかな、そういったところがあって Osmo Pocket 3の方が画質はいいかなっていう感じです。次に Osmo 360のカメラを実際使っていて感じたすごくいい点をちょっと皆さんにご紹介しようと思います。今こんな感じで2つのカメラを一緒に並べて、車を走らせてみるっていうのを今からやるんですけど、Osmo Pocket 3の方は 4K の 25fps に合わせてるんですけど、Osmo 360の方はパノラマモード、これは 8K の 50fps で撮影しています。ここでね、どういった映像の違いが出るか皆さん見ていきましょう。まずは Osmo Pocket 3からですね。追走は一応できるんですけど、この時は遠くのものとかだとなかなかねフォーカス合わないっていう場合もあるので、レンズの位置は固定しています。もちろんね、このまま走らせても車が画面外から消えてしまうという、右から左へと車が流れていってしまいましたが、 Osmo Pocket 3のパノラマモードだとまずこんな感じでね、超広角な映像から編集で後から自分の好きな位置にキーフレーム合わせてできるので、そう、こういう映像が撮れちゃうんです。これ360度の強みですよね。これがあるだけでもね、ソロ撮影は全然違ってくると思うので、車とかでねこういう映像を残したい方は360度カメラおすすめしています。では最後に夜間映像の比較をしていこうと思います。佐賀で唯一明るい場所と言ってもいいでしょう、佐賀アリーナに来ました。ここでちょっとね映像の違いを見ていこうと思います。 Osmo 360はシングルレンズモードのスーパーナイトモードで撮ってます。Osmo Pocket 3は低初動モードで撮影してます。Osmo 360はスーパーナイトモードっていうのがあるんで、結構ね明るい、全然違いが分かるほど明るくてクリアな映像が撮れてると思います。あと映像を見比べた感じだと Osmo 360は暖色系、温かみある色合いしてるんですけど、Pocket 3はちょっと寒色系というかちょっと暗い感じがしますね。こんな感じで個人的には夜間撮影の方は Osmo 360の方がいいかなと思いました。よいしょ。でちょっとここで Osmo Pocket 3のレビュー動画とかは結構出回ってるんですけど、Osmo 360このカメラについてのレビュー動画っていうのが、あんまり出てないような気がしたので、ちょっと私の方からちょっとした製品のご紹介も最後にしていこうと思います。はい、というわけで360度カメラならではの表現の一つとして景色全体をねギュッと一つまとめて、小さな地球のような、地球の上に立っているようなめっちゃインパクトある映像が実は撮れるんですよね。こういった映像はねなかなか普通の小型カメラやアクションカメラでは撮れない映像を撮ることができます。本当ねこういう映像はなんか旅行先とか
海とかね、山とか自然の中で撮るとすごい地球を感じられる映像が撮れるのではないかと思います。アウトドア好きな人とかにはおすすめですね。で他にも360度カメラの強みとしてこんな感じで車のリアにカーマウントを取り付けてですね、そこにオズモ360度カメラを設置するとこんな映像も撮れちゃいます。海外の人はこういう映像撮っても大好きだと思う。こういった感じで愛車とのドライブの思い出とかも撮影できるのでおすすめです。最初の方にマイクの接続が最大2台までできますよっていうお話したと思うんですけど、 Bluetooth で接続することができてですね、マイクをケースに直してしまうと接続は一旦切れてしまうんですけど、次にマイクを取り出した時、その時に DJI エコシステムっていうのが働いてですね、もうなんと自動的にマイク接続ができちゃいます。これめっちゃ便利です。他にも DJI Mimo アプリっていうのがあるんですけど、これも Bluetooth でカメラとスマホを接続できるんですけど、これでね映像の確認とかができちゃいます。この時にパノラマモードで撮影した動画を自分の好きな画角に変更できるんですよね。だからもう360度そもそも撮ってるから撮り逃しがないんですよ。でしかもその後から自分で好きな画角を選べるっていう、こんな感じでキーフレームを今打ち込んでるんですけど、このキーフレームも自分の好きな画角に打ち込むことができます。だからこうやってね車を追走させる映像を撮りたいなっていう時に自分でキーフレームを打ったら好きな画角で映像が残せるっていうめっちゃ便利な機能ですね。もちろんキーフレーム以外にもトラッキングモードとかもあるので、それで自動的に被写体を追いかけてくれるモードもあります。で他にも映像にフィルターをかけることができるんですけど、フィルターの種類がいろいろあって自分好みの映像を編集することができちゃいます。もちろんこれでさっきのリトルプラネット、ちっちゃい地球儀みたいな感じの映像も自分の画角で作ったり、他にもパノラマモードとかで撮影した映像をいろんなカメラワークとかも設定できるので、もちろんスマホでもできるしパソコンでも編集することができます。こういった感じで自由度の高い今までにない映像を作り出せるのもオズモ360度カメラの魅力だと思います。はい、ということで2つのカメラを比較してきましたがいかがだったでしょうか。この2つのカメラは、種類が全く違うカメラにはなるんですけど、どちらも Vlog 撮影からクリエイティブ撮影までできるカメラであることは間違いないです。どっちが優れてるとかそういう話ではなくて、もちろんどちらにも良さがあります。簡潔に言うとオズモ360は360度カメラで自由度の高い撮影で、後から自分好み編集もできて、さらにアクションカメラとして、普段使いからスポーツとかのアクティブな撮影までできちゃいます。オズモポケット3は、Vlog にはもちろんなんですけど、画質にさらにこだわりたいとか、ちょっとシネマティックにおしゃれな映像を撮ってみたいとか、それぞれね撮影の目的に合わせてカメラを検討していただくっていうのもいいかなと思います。いつも通り長くなってしまったんですけど、もし気になる方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンク貼ってるのでぜひチェックしてみてください。では今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。